ょっと待って、どうやって止めるの？あ、止め方わかんない。だいたいどうやって止めるの？あ、停止あった。おっそ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッカシノピーです。今回は量販店でこんなものを購入してしまいました。ストーナーガラスストリッパー。何かと言いますと、油膜をはじめ焼き付いたウォータースポット、鱗、雨染みなど劣化したコーティングも強力簡単に除去するプレミアムウォータースポットクリーナーですと。こういうの見ちゃうとね、買っちゃうんですよ。で、金額が、ちょっとお高い。1500円。ストーナーだからクレですね。で、見た目は、こんな感じ。機材に、専用のスポンジがついているといった感じですね。で、少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジみたいです。で、どれぐらい落ちるのか。僕もね、油膜除去剤、あと鱗取りっていうのはめちゃめちゃ使ってきました。なので、それらと比較して、その感覚的に落ちやすいなみたいな、そういうのをね、お伝えしていけたらいいなと思います。で、スポンジね、結構柔らかめなんですよ。柔らかい部分が厚いので、これはね、今までの経験上力が入りにくい。いい意味でも悪い意味でもね、傷はつけにくいけどガシガシいけないんじゃないのかなと今のところは思っております。使ってみないと分かんないので使ってみようと思います。はい、そしたら一旦ここの撥水剤を落としてみようと思います。使い方は至ってシンプルです。使用方法っていうのがここに書いてあるんだけども、まずガラス面を洗う。砂とか泥がついてる場合は水洗いで砂だったり泥を落とす。2番、キャップを閉めたまま容器をよく振り、付属のスポンジの柔らかい面に適量を塗布してください。3番、ガラス面にスポンジを押し当て、液を弾かなくなるまで上下左右に磨いてください。液が乾いてきたらガラス面に少量の水をつけて作業すると効果的です。4番、磨き終えたら水でよく洗い流し、きれいな布で拭き上げてください。注意点、落ちにくい頑固な鱗は繰り返し作業をしてください。あと付属のスポンジは洗って乾燥させることで繰り返し使えますと。よくある油膜除去剤、鱗落とし、あの辺とね同じような感じの使い方です。そしたら早速使ってみます。こちら現状どんな感じか。もうね、ちょっとガラスに付着してる砂とかは落としてあります。で、撥水してますね。結構バチバチ撥水しております。これを落としていくと。で、液が乾いてきたら少量の水をつけると効果的ですって書いてあったので、多少ね濡れてたぐらいの方がいいんだと思います。じゃあまず振った感じ、下の方に固まってるのでしっかり振った方が良さそうですね。で、適量が分かんないけどスポンジにつけます。で、あとは磨いていく。こういう風に撥水剤が施工されているので弾きます。これが弾かなくなるまで縦横こういった感じで磨いていきます。どうだろう。ちょっと水スポンジにつけました。で、コンパウンド研磨剤が入っているので、このガラス面以外に付着した場合しっかり水で洗い流してあげてください。一旦こんな感じで洗い流します。落ちてますね。この液剤がねちょっと乾くと残るのでしっかり洗い流してあげてください。こういった感じです。分かりづらい。これなら分かるかな。ここは磨いたところ、ここ磨いてないと。使ってみた感じ、スポンジはねやっぱねこの厚みがある分やっぱ力が入れなくても入っちゃうね。どうしてもガシガシやりたくなっちゃうのでちょっと疲れる。僕個人的な感想で言うとね、今のところけど綺麗に落ちております。撥水剤は綺麗に落ちると。あと気になるのは鱗だよね。頑固な鱗もう落としてくれるのか。鱗が付着している車を探してきます。はい、そしたら続いてこちらの鱗ですね。今ちょっと太陽の光をわざと当てて見やすくしているんですが、この光がね当たんないと結構逆に鱗って分かりづらかったりするんですよ。
でこういう風に光が当たるとすごい目立つので、これが落ちるかどうか試していきます。そしたら一回水かけ、撥水っていうよりかは油膜っぽい感じだね。そしたら磨いていきます。なんか綺麗になってる感はある。磨いててなんかザラザラがなくなっていくような感じ。やっぱりねちょっと力を使うかな、磨くのに。このスポンジの厚みがなければないほど力が結構直に伝わるので、スポンジが薄い方がね、力なくできるんだけども、ちょっと特殊なのかな。なんかちょっと粗めのスポンジ、こんなもんでいいでしょう。ちょっと洗い流します。施工しているところの油膜はしっかり落ちています。水が弾かなくなってますね。でこの濡れた状態だとわからないんですよ。なので一回拭き上げます。どう？まだ若干残ってるか。さっきよりかは落ちたけど、残ってるね。いるね。場所でいうとここら辺か。何回か繰り返しやることによってさらに落ちるみたいなので、もう一回やってみます。この辺を重点的にやっていきます。これ縦横結構ね重要。いろんな動画で言ってるんだけども、縦だと落ちにくい、横にすると結構落ちるみたいな、汚れでもねいろいろ種類あるので、この縦横っていうのは結構効果的です。力的にはもうめちゃめちゃ今力を入れて磨いてます。逆にあんま力入れすぎると鱗は落ちるかもしんないけど、ガラス面がもしここでちっちゃい砂とかが入ってたら傷つけるリスクも高まるので、その辺は注意しながらやってください。この声の感じを聞けば分かると思います。めっちゃ力入れてます。よし、疲れた。じゃあ洗い流します。浸水状態なんだけども、ここから拭いた時に鱗が取れてるかどうかが問題と。どう？綺麗になったね。綺麗になったわ。ちょっとマスキング剥がしてみますか。ここね、上はシミがあります。もし分かったら分かったってコメントください。ちょっとね離れると分かりづらいんです。この油膜っていうのは結構写しやすいんですよね。ほら、ここからしっかり線が出てると思いますけど、鱗っていうのが、なかなかね写しづらいっていうのがあります。そしたら鱗もある程度落ちるっていうのが分かったので、僕は普段使ってる水垢取りパッドとどっちが早く撥水剤を落とせるかっていうのをちょっとタイムアタックやっていこうと思います。で現状はめちゃめちゃ撥水してると思いますよ。ガラスちょっと水かけますね。はい、こういった感じです。もう施工したて、昨日ハイブリッドストロングを施工しておきました。なのでこれを落としていくと、でタイムを測るということですね。そしたらやっていきましょう。そしたらタイム測ります。ストップウォッチ用意スタート。まずストーナーのガラスストリッパーからよく振る、つける、磨く。めちゃめちゃ弾く。端から攻めよう。きっちい。けど落ちてきた。よし、いいね。あんまびちゃびちゃ水をかけるよりかはある程度、半乾きぐらいの方が落ちる気がするけど、完全に乾いちゃうと全然落ちないので、落ちないっていうか、その液剤が付着して滑らなくなる。なんか適度にちょっと水をつけながら一旦ちょっと水かけます。ある程度落ちたと思うんだけど、どう？落ちたね。そしたらストップウォッチ止めます。どうやって止めるの？
すいません、少し止めるのに手こずっちゃいました。今8分23秒ってなってるんだけども、僕が見た時は7分55秒ぐらいでした。だからまあ大体約8分で、ガラスの方はマスキングから助手席側は撥水してるけど、手前側は浸水状態、落ちてると思います。はあ、疲れた。そしたら続いて水垢取りパッド、こちらで落としていきます。よーいスタート。いきます。よいしょ。ちょっと水が足らんな。ストーナーの方が液剤なので、比較的この水の量は少なくても、その液剤の水分で弾いてる弾いてないが分かりやすいんだけど、この水垢取りパッドはこのもの自体は濡れていないので、こっちの方がちょっと水滴が車に残ってないと施工しづらい感はあります。水垢取りパッドの方がやっぱサイズだけでいけるから、体力的なのは水垢取りパッドの方が楽。ある程度いいんじゃない？よしよしよし、落ちたぞ。両方とも浸水状態になりました。弾いてるところはありません。でタイム5分50秒。6分だとしてもストーナーのあれより2分ほど早く撥水剤を落とすことができました。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はストーナーのガラスストリッパー、油膜だったり鱗を取るものですね、こちらを使ってみました。で使ってみた感想は、油膜も落ちるし撥水剤も落ちるし、あと鱗も落ちるし、全く問題はなかったです。で最終的には水垢スポットクリーナーとちょっと比較をしたんだけども、これはねやっぱね、このスポンジの違いっていうのが若干ある。このストーナーの方はこの柔らかい部分がちょっと厚めなんです。でこの水垢取りパッドは柔らかい部分がない。なので水垢取りパッドの方が力を入れやすいっていうか、力を入れなくても力が伝わりやすいっていうのかな。だから結構体力的にはね省エネですね。けど問題もあって、軽くでも力が入っちゃうっていうのは、逆にこの間に砂とかが入ったら、その分ね傷つけるリスクっていうのはこっちの方が高まる。それに比べてこっちは柔らかくて力はねちょっと必要になってくるんだけども、砂が間に入った時この柔らかさっていうのがあるので、ここで少しリスクっていうのは回避できるのかなと思います。でスポンジがねちょっと粗めなんですよ。これわかるかな。結構ね粗めで、思ってたよりかは全然落としやすかったです。で最後の撥水剤どっちの方が早く落とせるかっていう勝負でいうと、やっぱり直に力が伝わりやすい水垢取りパッドの方が早かった。でもコスパのね部分もあるしね、これが一応2個で600円ぐらいで使い切りなんですよ。ここに染み込んでる液剤がもうなくなったらもう終わりで、ストーナーの方は液剤タイプなので、これがなくなれば終わりで、今、結構やったんだけどまだ3分の2ぐらいは残ってそうです。だから難しいね、なかなか難しい判断が。楽にやりたいなら水垢取りパッド、やっぱこのね高さもない分押さえてこうやって動かせるんですよ。これがねすごい楽。けどこっちちょっと高さがあるので、押さえて動かそうとすると引っかかって倒れちゃう、この高さの分。こっちはもうどちらかというと動かせるんだけど、こっちはちょっとグラグラする。だからその分ちょっと掴まないといけない。これがねちょっと体力面的にもきつい部分ではあるかな。けど今すぐ落としたい、パパッと楽にやりたいってなったら、僕はコスパもそんな考えずにこの水垢取りパッドだけど、もしこれがなくなったら残ってたらこのガラスストリッパーを使うと思います。そんな大きな差ではないと思うんだけど、判断は難しいかな。あとこの水垢取りパッドの方が水が必要になってくるね。こっちもね必要っていうか乾いてきたらちょっと足した方がいいんだけども、やっぱ液剤自体がこの水分液体なので、これをまた足せばまた使える。だから水の使える使えないとかでも変わってくるかな、その人の環境によって。とりあえず気になる方は購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは
また来週、また来週、また来週、また来週。